エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は漫画やイラスト向けの手の描き方のコツを紹介します。初心者の方がいきなり想像で手を描くのは難しいと思うので、今回はリアルな手を見ながら描くコツを紹介します。それでは行ってみましょう。まずラフを描きますが、この時は手を丸や四角など塊として描いて、次の下絵の段階で資料を見ながら手を細かく描いていきます。資料を見ずに納得のいく手を描けるようになるまでは、資料は自分の手の写真をスマホで撮ったり鏡に映しながら描くといいと思います。手を観察しながら描くことでだんだんと形を覚えられます。自分の手を見て描くときに注意してほしいのが、リアルになりすぎないよう絵柄に合わせてデフォルメすることです。描こうとしているのが可愛い女の子の手なら華奢で可愛く、イケメンの手ならシュッとしてかっこよく見えるように描きたい手に脳内変換して描きます。男女の手の描き分け方はこんな感じです。男性は指先をやや四角く手の甲の線を描く。体格の大きな人なら指や関節も太くゴツゴツした感じに、筋肉もりもりのキャラなら手の甲に血管を描いてもいいと思います。女性は指を細く、指先は尖っていたり丸かったり、シワは少なめにします。私の場合、女の子の手を描くときは指を実際よりも細く描いたり、爪の形をきれいにしたり、手のひらのお肉を少し減らしたり、手首を細く可愛くなるように描き換えています。実際にいつもの手の描き方で描いてみます。最初のラフで描く手はこんな感じです。手全体の形が丸っぽかったら丸、四角っぽい時は四角、三角っぽく見えたら三角で描きます。次に指の形がわかるように線を描き足します。次は下絵を描きますが、その前に手の動き方を確認しましょう。手の動き方を観察することで想像で描くときに役立つと思います。まず手を3つのブロックに分けて説明します。親指から付け根、残りの4本指から付け根、手のひらの三角。手のひらの三角部分は動かないところなので、まずは親指から。親指は前後左右自由に動くことができて、この動きと一緒に親指の付け根も動きます。手のひらの方に動かすと、シワに合わせて指の付け根が動いているのがわかります。いろいろな角度から観察してみてください。それから親指は他の指と同じ角度で生えているようで、実は斜めになっています。3D でモデリングするまで私はこのことに気がついていませんでした。なので手を描いたとしたらこうなったりこうなったり、他の指とは指先の見え方が違ってきます。ちなみに親指を反らした時にできるくぼみのことを解剖学的鍵タバコ入れというらしいです。親指につながる2本の骨が浮き出てくぼみができています。この部分は男性の手を描く時に骨の線や影を入れると良さそうです。ついでに手首の外側にある骨も大事なポイントだと思います。手の甲を描く時はだいたいこの骨が出ています。次に4本指のブロックを見てみましょう。開いた手をゆっくり握ります。第一関節だけを曲げることは難しく、第1と第2関節が同時に曲がり始めて、次に第3関節が曲がります。手のひらからも見てみると、開いた指先は手のシワに向かって4つの指先が集まりながら移動します。こうした緩く握った手はイラストで描くことが多いかと思うので、自分の手をゆっくり動かしながら観察しておくと描きやすくなると思います。手を開いたり閉じたりすると、どこに関節があるのか分かりやすいです。開いた手の関節の部分をつなぐと扇状にカーブしていて、手を握るときは小指の方に下がるカーブになります。模写するつもりで指先や関節の位置を見ます。裏返してみると第3関節も緩くカーブしています。この時注意して見てもらいたいのが指の付け根のところです。関節のところから指が曲がっていて、手のひらにあるシワに沿って肉が盛り上がっています。横から見ると三角っぽく見えます。力を込めて握るほど小指側の関節が下がり、階段みたいになります。次は指がどこまで広がるのか確認します。まず指を横に広げてみます。緩い力で広げると中指と薬指がくっついた形。
力を込めて広げるとパーの状態になります。この横幅は指先から手首の長さと大体同じです。ついでに言うと親指と小指の長さも同じです。4本指は親指の方には動かしにくくて小指の方には動きやすいです。この時に気がつくのが手首の角度です。手に力が入っている時は腕と同じ角度で、リラックスしている時は手が外側に傾いています。つまりは挙手のポーズなど力が入っているので腕から指先までがまっすぐになるというのがわかります。こんな感じで手の特徴を覚えておくとより説得力のある自然な手が描けると思います。下絵に取り掛かる前にまずは自分の手をラフと同じポーズで撮影します。できれば手だけでなく体も一緒に撮っておくと絵の参考になります。自分を撮るのが恥ずかしい時は友人などに頼んで撮らせてもらいましょう。写真ではなく動画で手を動かしながら撮っておくと気に入る角度を後から選べるので便利です。デジタルで描く場合は写真をトレースすると簡単に形が取れますが、リアルになりすぎないように注意しましょう。写真を確認してラフと大きく違う時は描き直し、あまり変わらなければそのまま描き加えていきます。今回は描き直すところから始めます。まずは資料と絵を見比べながら大まかに形を取ります。アナログの時は薄い線で描いてください。手のシルエットを直線で囲みます。できれば資料にも直線を描くと形が分かりやすいです。次に手首の位置と指の付け根の位置がはっきり分かるように曲線を描いてその両端を閉じます。手の指を資料よりも長くしたいときはこの指の付け根の線を手首側に少しずらして描いてください。握った手なら4本指のブロックを描いてから4つに割る線を引きます。これで手を描きやすくするための当たりができました。次は指先の位置に印をつけます。広げた手なら指先の位置に丸の半分を描いて、次に関節の位置も写真を見ながら線を引きます。指先から関節へ向かって線を引きます。線は強弱をつけて、奥にあるものの線は手前の線に隠れるようにします。重なっている指は手前の指から描くと描きやすいです。爪は絵柄によって描いたり描かなかったりしますが、今回は爪の付け根を省略する描き方にします。絵と写真を見比べながら手のひらまで描いたら下絵は終了して、あとはペン入れや色塗りなどして完成です。ペン入れの時にシワを描きすぎないよう気をつけてください。手だけリアルな絵になると違和感が出てしまいます。手のポーズによって気をつけるポイントなど変わってくるのですが、基本はこんな感じでいつも描いています。ということで今回は手の描き方を解説してみました。手を描くときは自分の手を観察したり、いきなり細かく描かずにシルエットから描くといいと思います。よかったら参考にしてみてください。でもこのお絵描き教室シリーズではお絵描きに役立つ講座やメイキングを公開しています。お絵描きが好きな人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。他の講座のリンクは動画の説明欄に書いておきます。ご視聴ありがとうございました。